常世の王グノスターは蝶のグノスターが5種類のモーション、そしてサソリのフォルティスが6種類のモーション、最後に赤色の蝶アニムスが専用のモーション1つをしてきます。またグノスターとフォルティスはアニムスが乗り移ると赤く変色して攻撃が変化します。この動画ではその変化する攻撃も合わせて予備動作や回避方法、攻撃チャンスなどを説明します。まずは蝶のグノスターのモーションからです。一つ目は光の玉を飛ばしてくる攻撃。飛び上がって6つの光が見えるのが予備動作です。距離が近い場合は中央を抜けていれば当たりません。さらにこの後は攻撃チャンスになります。もし距離が遠い場合は光の玉に合わせて2回回避してあげると避けられます。この攻撃は強化状態だと弾の数が2倍になって、さらに弾の速度も速くなります。自分はこの全部の弾が見えてから1拍置いて回避というように避けてます。またこの状態の時は中央を抜けようとすると被弾してしまいます。なのでどんな距離にいても2回回避を徹底してあげるのがいいと思います。次は毒を扇状に放ってくるモーションです。その場で角が発光するのが予備動作です。この攻撃は遠くにいるときは回り込んで回避、そして近くにいるときは近づいて攻撃チャンスになります。この攻撃は強化状態になると毒の数がかなり増えます。なのでできるだけ近づいて立ち回るのがおすすめです。次は円状に毒を放って囲ってくる攻撃です。円で囲ってきた後に地面についたら攻撃チャンスです。ふわっと飛びながら毒を撒き散らすのが予備動作です。最終的に円内に着地するんで自分は円の中で待つようにしてますが、もし円に拘束されたくない場合は外に出るのがいいと思います。次は高速攻撃です。パタパタと2回ほど飛ぶのが予備動作になります。最初の飛び上がりで1、2と感じて、近かったら3のタイミングで回避、遠かったら引きつけてから回避してあげます。この後は攻撃チャンスです。この攻撃は強化状態だと2連続でやってきます。2回連続で先ほどのように回避してあげれば大丈夫です。グノスターの最後の攻撃は光の雨を降らしてくる攻撃です。空高く飛び上がって星空みたいになるのが予備動作です。安全にかわしたい場合は一定以上の距離を空けると届きません。この後の攻撃チャンスを生かしたい場合は、光の雨は中央から外に向かって放たれてくるので、自分より前に光が落ちたのを確認して前回避するとその後近づけていい感じです。この攻撃は強化版だと赤色の雨を降らせてきます。強化版は常に自分を狙ってくる弾があるので動き続けてかわしてあげます。一応歩き続けてもかわせますが、ローリングやダッシュなどを混ぜた方が安全だと思います。そして強化版のこの攻撃の後は必ずダウンが入るので攻撃チャンスです。できれば雨の後半から本体に近づくように動くとその後の攻撃チャンスを活かせます。ここからはフォルティスのモーションです。まず一つ目は両手でパンチしてくるモーション。両手と頭を軽く引くのが予備動作になります。回避は腕を上げ切ったのを見てからしてあげるとちょうどいいです。この後は短い攻撃チャンスになります。この攻撃はグノスターと合体しているときは前方に毒の霧が発生するので、それも合わせて注意です。この攻撃は強化中も変わりません。次は横側に地響きをしてくるモーション。
横にいる時に足を上げるのが予備動作になります。攻撃は振り下ろす足と下ろした時の地響き、そしてそこから盛り上がる地面それぞれに判定があります。回避は足を振り上げて一瞬止まった後を狙います。また地響きと地割れ自体はジャンプで回避することもできます。これをかわした後は攻撃チャンスです。また合体している時は横に毒の煙が発生します。そして強化状態では地響きが赤色の衝撃波に変わります。衝撃波は振り下ろしのタイミングで中央に出た後に少し遅れて左右に発生します。これはどちらもジャンプでかわすことができます。基本的にはどの状態の時も張り付いて逆側に回避してあげるのが安定すると思います。次は前方向の地響きです。顔と腕をかなり高くまで上げるのが予備動作です。最後に前足を上げ切ったのを見てから回避するとちょうどいいです。振り下ろした後の衝撃波は同様にジャンプで避けることができます。合体しているときは前方向に毒の霧が発生します。この攻撃も基本的には潜り込んで攻撃チャンスにするのがいいと思います。強化状態の時は横と同様に衝撃波が前に発生します。近くにいる場合は変わらず潜り込めばよくて、遠くにいる場合は中央か左右の衝撃波どちらかをジャンプで避けてあげるのが安定すると思います。次は連続でパンチしてくる攻撃です。3回パンチした後に正面に向かって衝撃波、そして合体している時は上のグノスターが光の雨を降らしてきます。腕を上げた後に腕と腕を合わせるのが予備動作になります。3回のパンチは腕を上げたのを見てから回避くらいがちょうどいいです。最後の衝撃波は顔が上を向いた後くらいにジャンプをしてあげるとちょうどよく避けられます。この後は攻撃チャンスです。この攻撃も基本的には潜れば安全です。さらに最後の光の雨もフォルティスの下で雨宿りをすれば問題ありません。強化状態の時は最後の衝撃波が変化します。ただ対応自体は先ほどの前方向への地響きと同じで大丈夫です。次は飛び込んでくる攻撃です。この攻撃は通常時と強化状態で変わりません。頭と腕を少し下に引くのが予備動作になります。この後はジャンプしたのを見たくらいで回避が間に合います。この後は攻撃チャンスです。この攻撃は合体しているときは飛び込む前に6つの光の玉が飛んできます。先に光の玉が着弾するタイミングで回避してあげて、そのまま連続でボタンを押して回避できます。フォルティスの最後は方向を絡めたコンボです。腕や尻尾を小刻みに震わせるのが予備動作です。この予備動作を見たら全速力で本体から離れましょう。もし離れるのが間に合わない場合は腕の震えが止まったあたりを狙って回避してあげると方向をかわしながら距離を離すことができます。そしてこの後は形態によって派生が変わってきます。まずは通常の王の第一形態の時、この時は地面に潜ってから突進してきます。飛び出しの攻撃に対しては近づいてくる砂ぼこりが自分の手前に来たら辺で回避をしてあげます。この後は攻撃チャンスです。次は合体している時の派生です。この時は方向の後に光の柱を落としてきて、
その後は光の球を飛ばしながら往復でダッシュしてきます。避け方はいくつかあると思いますが、自分は距離が遠い時は光の球に対して連続で回避をすることで避けています。また横に対して走ってすれ違う時に回避とかでも避けられます。こっちの方が簡単ですが、たまに飛んでくる光の球に当たることがあります。そして何度か往復した後は前方向の地響きから光の球を打ってきます。これを見たら追加で2回回避をしてあげます。この後は攻撃チャンスです。最後に強化版のフォルティスは6連続で衝撃波を飛ばしてきます。この衝撃波は今までと同様にジャンプで避けることができます。また最後の衝撃波の直前には周囲に方向をしてきます。なので基本的には一定以上の距離をとって衝撃波が来たらジャンプ、これを心がけておけばいいと思います。これが終わったら確定で大ダウンが入るので攻撃チャンスです。最後はアニムス固有のモーションです。一定時間以上グノスターかフォルティスに乗り移らなかった時にやってきます。フィールド全体に赤い柱が降りつつ、プレイヤーを狙った小さい柱が3本降ってきます。そしてそこからしばらくして4本目の大きな柱が降ってきます。最初の3本の柱は予兆を見てから走り始めれば当たりません。さらに最後の4本目の柱も予兆を見てから走り始めれば問題なく当たりません。この後はアニムス自体が実体化しているので攻撃のチャンスになります。今回の解説は以上になります。次はリブラかナメレスあたりをやろうと思ってます。またご視聴いただけたら嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。